んにちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。今回はハロウィンを意識してオープニングテーマ曲変えてみました。毎回同じもちょっと退屈なので、たまには変えるのもいいかななんて思ったりもして、音楽合うものを探したりするのってちょっと手間なんですけど、でもそれ以上にすごく楽しいんですよ。なのでまたね、ちょくちょく音楽を変えて楽しもうかなっていうふうにも思っています。 V キャストを撮るために、うちではちょっと早めにハロウィンのスイーツをジョイと一緒に楽しみました。シュークリームの生地の中にかぼちゃのパウダーを入れて、ちょっと黄色く作って、それから中に絞り出すクリームをお豆腐とかぼちゃを混ぜたものにして、そこに黒ごまのペーストでジャック・オー・ランタンの顔みたいに描いて、最後にブロッコリーのパウダーを入れたお豆腐のクリームを絞り出して、かぼちゃのヘタみたいにしました。ジョイとね、スイーツ作ってると必ずアクシデントがあるんですよ。今回もやってくれましたね。本当は3個作って並べて撮りたかったんですけどね、なぜか2個しかないんです。それはなぜでしょう。全くね、もうちょっと目離すとあんな感じなんで、まあそれでこちらも笑ったりとか微笑ましいことがあるんですけど、要注意だなとつくづく思いました。前回の V キャストでかぼちゃをしばらく食べてないっていうお話をしたと思うんですが、その理由が実は元彼の影響でした。5年前にアメリカで彼と話してた時に、お互いの食生活の話をしてたんですね。何を普段食べてるかとか、何が好きかとかで、その時に私が結構大豆製品食べてるよなんて話をしたんです。毎日納豆も食べてるし、お豆腐にきな粉かけて食べるのが好きなんていう話をしてたら、それってヘルシーなのって言われて、一度スティーブン・ガンドリーの本読んだ方がいいかもって言われたんですね。それで初めて聞いたその博士の名前をすぐに調べて、Amazon で本を取り寄せたんです。日本に帰る頃に届くようにオーダーしておいたんですね。日本語の名前で言うと食のパラドックスっていう本です。で、日本に帰ってきてその本をすぐに読んだんですが、びっくりしまして、これまでヘルシーだと思い込んでいた食材が実はそうでもないらしいっていうことが書かれていたんです。で、そのうちの一つがかぼちゃだったんですね。で、私は7割から8割ぐらいかな、もう 100% はちょっと無理なんで、そこまで徹底してレクチンフリーっていうもの、スティーブン・ガンドリー氏がやめといた方がいいよっていうような食材を避ける食生活を、7割から8割ぐらい実践して、半年ぐらい経った時に余計な肉が落とせた感覚があったんです。体重も少し落ちましたし、だからそれで言うと、私にとってはいくつかの食材においてそういった肥満になりやすい
ものがあったんだなというふうに感じました。これは本当に個人差があるので、絶対にみんながそうとは言い切れないと思います。私はいくつかのレクチンを含む食材が合ってなかったと思われます。ただ、やっぱりかぼちゃ美味しいです。今回久しぶりに食べたら美味しいなと思って結構食べてます。そして夏、完全に運動不足なんですね。うち上位も私も暑すぎて外にあんまり出られてなかったし、運動不足だったから完全に体が大きくなっちゃってます。上位も体重増えちゃって、このままだと危ないのでちゃんと節制してね。上位の場合はただ単に運動不足だと思うんですけど、私の場合はちょっと食べ過ぎなので少しね気を引き締めたいなと思っている今日この頃です。ただ秋は美味しいものが本当に多いから、食べる量はそのままで体をいっぱい動かそうと、そういう目論見でいます。食事は本当に大事で、何を食べるかっていう選択はかなり昔から気をつけている方なんですけれども、あんまりねこれダメだよとかこれ絶対食べた方がいいよとか、そういうのは言いたくないなと思っているんです。それは人それぞれ本当に体への影響が違うし、人それぞれ好きなもの苦手なものも違うから、無理強いをさせるようなことはしたくないし、自由に食べていいものだと思ってるので、それは大前提としてあるものの、例えば花粉症がひどいとか頭痛がひどいとか、あと年中鼻水が出るとか生理痛がひどいとか、そういう人は一度グルテンフリーなりレクチンの影響っていうのを考えてみるのも一つの手かなとは思います。レクチンフリーまでやると結構大変なので、それをね外食で実践しようってなると本当に選択肢がなくなってしまうから、レクチンフリーまではなかなか推奨はできないんですけれど、グルテンフリーに関しては結構簡単にできるので、やってみる価値はあるのではないかなというふうに思っているし、私自身はそういうスイーツ作りを続けていきたいなと思っています。特にね上位と一緒に食べるおやつは絶対にグルテンフリーにしてヘルシーに美味しく楽しくいただきたいなと思っています。そしてそんなねおやつスイーツを食べられるお店が増えるといいなというふうに思っているんです。今回も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次の V キャストでお会いしましょう。